ガレージキット2箱を作る第5話。前回の紺スクニパコに続き、白スクニパコの濡れ塗装を行います。エナメルクリアを筆で塗っていきます。前回は下半身のみ濡れ塗装を行いましたが、今回は全身に施したいと思います。透けていないところや水着がシワになっているところはエナメルクリアをシンナーで除去、艶消しを復活させて濡れていないところと差分を作ります。水の流れを表現するため、さざ波にアクリルシンナーを混ぜて粘度を低くします。大きな水滴は前回同様にドライフラワーのクリアビーズで表現。そこに先ほど作ったさざ波を爪楊枝でつけていきます。濡れ塗装ができました。台座を製作します。紺スクニパコ同様にアクリル円盤を切削します。背面はニパコロゴを切削。表側の切削データを作ります。白スクニパコは風呂場のイメージなので、タイル張りのようなデザインの台座を作ります。スケッチで長方形を作り、それをコピー、さらに90度反転して格子模様にしました。タイルっぽい格子模様ができましたが、それだけでは面白くないので、さらに加工します。格子模様の一部に、色違いのアクリル板をはめ込むため区分けした正方形形状の一部を一段下げることにします。データ完成。これで切削を行うことにします。位置決め用に投影した図面をアクリル円盤に貼り付けて切削開始。
2mm のスクエアエンドミルで削っていきます。切削完了。これはこれでいいですが、ロゴがほとんど見えないので追加加工をしていきます。表に追加工を施す前に、背面のニパコロゴに青色透明樹脂を流し込みます。もう、スポイトを使う気が全くない小松。多少はみ出ても拭けば取れるから問題ないよね。全くスポイトを使わないと思ったか？それは嘘だ。さすがに、こんな細いところはスポイトを使うぜ。流し込んだら、ターボライターで浮いてきた気泡を潰します。きれいに気泡を消せたら、硬化させます。一段落したところのエンドミル跡が目立つので、リューターに取り付けたスポンジヤスリで磨いて平滑にします。リューター跡を削り落としました。埋め込むアクリルをレーザー加工機でカットします。使うアクリルは少しブルーが入ったものを使いました。レーザー加工機のカット断面はあまり綺麗ではないので、ディスクサンダーで面を軽く削ります。削ったアクリルをはめ込みます。アクリル板をはめ込みました。ここに透明樹脂を流し込むため、厚手の PP テープで枠を囲います。青色に着色した透明樹脂を流し込みます。ターボライターで気泡を除去。
ここに気泡が入らないよう注意しつつ、アクリル板をはめ込みます。少しわかりにくいですが、すべての青アクリル板を入れました。硬化後に PP テープを剥がします。表面張力で断面にバリが出てので、ベルトサンダーを用いて表面を削ります。今回初めて導入する機器ですが、威力もあり、面も綺麗に出るのでこれは使えますね。粉が大量に出るので、習字をしっかりしておかないと、周りが粉だらけになるのが課題ですが、削ったアクリル板の表面を水研ぎして、再度艶出しを行います。ベルトサンダーが400番だったので、600番で水研ぎ。その後、1000番相当のウルトラファインスポンジヤスリで、さらに水研ぎしていきます。次に、4000番相当のピカールで研ぎ出しを行います。疲れてきたので、電動掃除用ブラシを使って研ぎ出しを継続します。最後に掃除用ポリッシャーに取り付けるバフで、さらに研磨を行いました。なんか、まだ若干半透明になっているので、ウレタンクリアを吹いてみることにします。やはり8000番くらいまでやらないと厳しいかもしれませんね。今回は、この上から水に見立てた大波さざ波などを塗っていくので、ウレタンクリアで仕上げることにします。では、バスタブを製作していきます。ベース形状はエポパテを使います。形状のアクリル台座にラップを巻いて汚れないようにしたら、サイズや配置位置を考えながら形状を作ります。
形状を作って表面を少しやすりがけをしました。ここから厚みを出したり形を最終にしていくためポリパテを持っていきます。削りやすさなどかなり好きなんですが、なかなか使う機会がないのでポリパテを使うのは久しぶりですね。養生テープをパレット代わりにしてポリパテを混ぜ合わせます。まんべんなく混ぜるためスパチュラを使って混ぜ合わせます。さすがに養生テープ1枚の幅ではちょっとはみ出てしまった。これを先ほどエポパテで作ったパーツに塗っていきます。硬化したら水研ぎ器を行います。ポリパテは空研ぎ器をすると黄色い粉が大量に出るので水研ぎ器がおすすめです。1回目の水研ぎ完了です。さらにエポパテを使いバスタブの縁を作ります。パテが硬化したら鬼目やすりで粗削りをして形状を出します。形状が出たらポリパテを持って厚みを出します。これを繰り返してバスタブの形を作っていきます。バスタブができました。形状ができたので、サフを吹いて表面を確認します。ポリパテはかなり気泡ができやすいパテなので、できた気泡はラッカーパテを使って埋めます。これを水とぎぎして表面処理を行います。
水研ぎ儀を行ったら再度サフ吹き。これを繰り返して、気泡をすべて埋めたら、白色を塗装していきます。さらに、その上からウレタンクリアを塗装して、艶を出します。ウレタンクリアが硬化したら、研ぎ出しを行います。研ぎ出しを行い、再度ウレタンクリアを塗装してバスタブ、完成です。同じようにエポパテを使って椅子を作ります。エポパテが硬化したら、ポリパテを塗って厚みを出します。エポパテが硬化したら、ヤスリがけ。ヤスリがけを行い、形状が出てきたら、細かい部分を作ります。天面側に穴を開け、水抜きを作ります。水抜きは楕円形状をしているので、まずドリルで穴を開け、リューターで穴を広げます。水抜き周りは、水が流れるように斜め形状になっています。ここも、リューターを使って形状を作ります。前と後ろはリューターで削り、穴を開けておきます。形状ができたら、ヤスリがけを行い、表面処理を行います。エポパテを塗ったり、ヤスリがけをしたりの繰り返し。形状ができたので、サフを吹きます。先ほどのバスタブ同様に、気泡などはラッカーパテで埋めます。パテが硬化したら、ヤスリがけをして表面処理を行います。表面処理が終わったら、白を吹き、さらに上からウレタンクリアを吹きます。吹き終わったら、ヤスリで研ぎ出しを行い、最後にもう一度ウレタンクリアを吹いて椅子完成です。では、宇宙戦艦ヤマトより、ユウナギを製作していきます。嘘だろお前。いえいえ、これも、台座の小道具に使うんですよ。そんなわけねえじゃん。
バスタブにお湯を張るだけだと面白くないし、なんで、ニパコの水着が濡れてるかわからないので、作った夕なぎがバスタブから発汗。ニパコに水しぶきがかかってる。というシーンにしたいと思います。うるさいよエロスが。ちなみに、夕なぎはすぐ身で作ります。まずは組み立て。メカコレの制作はこれが初めてなんですが、予想以上に作りやすいですね。パチパチ組めます。台座は使いませんが、とりあえず保持用に作っておきます。パーツ組み立て完了です。デカールを貼り付けていきます。ピースごとにハサミでカットして、切手針用のスポンジに乗せて水を含ませます。デカール軟化剤を塗って、デカールを貼ります。デカールが十分乾燥したら、墨入れを行います。いつもの水筆を使います。余分な墨を除去するため、ガイアノーツの速乾性エナメル溶剤を使います。最後に艶消しクリアを吹いて完成です。せっかく作ったので、完成写真をスライドショーでご覧ください。もはや、何の動画かわかりませんが、この動画は、ガレージキット、ニパコを作るですよ。だいぶ長くなってしまいましたので、続きは次回。ご視聴いただき、ありがとうございました。